FM Osaka 85.1. 母ちゃん、あんた踊らなさい。 FM Osaka Osaka. Take it easy. 5月24日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。はい。アバンギャルディはですね、ちょうど今、東京公演、ライブツアー中なんで、東京公演、終わったかなぐらいかな。はい。だと思います。そう、もういよいよね、アバンギャルディのセカンドワンマンライブが、ツアーが始まりました。1回目は名古屋公演ということでね、名古屋、福岡、広島、そして東京公演。怒涛の2週間でございましたけれどもね。いやでもまあ今、ちょうど名古屋公演が終わったところなんですけれども、私、今収録時はね。なかなかやっぱ、盛り上がりが良かった。初日としてはもうめちゃくちゃいい初日を迎えることができましたね。お客さんがね、楽しんでくれてる感じがすごい伝わった。お客さんもなんか表現してくれてる感じというかね、一緒にライブ作ってくれてる感じがあってすごく楽しいライブでございましたよ。まあ反省点はね、言ってしまえばキリがないぐらいありますけれどもね。まあメンバーはライブ終わった直後ね、あかねに怒られてました。めちゃくちゃ怒られてましたけれどもね。でもまあその反省を生かして、またライブ、大阪はですね、7月にあります。7月の6日ですね。ちょっと先になるんですけど、あるんでね。ちょっとぜひ見に来てほしいな。楽しいのでね、見に来てください。それで言うとね、先週はね、久々にね、私はアバンギャルディ以外の仕事をした。CM 撮影だったんですけれどもね。まあ、とある芸人さんと、子供たちとのなんか CM 撮影だったんですけど、普段はさ、このアバンギャルディのことを全部気にしないといけないから、それこそメイクだったり、ヘアだったり、ダンスだったり、こうしろ、ああしろってめちゃくちゃバタバタしてるんですけど、なんか久しぶりに自分一人で行ったらめっちゃ気楽やった。なんか、気持ちが持ったし、もう、その各ね、タレントさんだったりには、いろんなマネージャーさんとか、衣装さん、メイクさんとか全部ついてはるから、なんか、スタッフがね、それこそ多いので、全然なんか気持ちが超楽でしたね。なんか、しかも喉とかも枯れへんかったし、普段の CM 撮影とかだったらもう結構ね、あっちこっちとか言って指示することもあるんですけど、全然楽しくね、できました。公開されるのが楽しみでございます。はい。ということで、今週のあかねクラブはですね、アバンギャルディのおかっぱトークで、このライブのことだったりとか、いろいろメッセージもご紹介したいと思っております。それでは、FM 大阪あかねクラブ、今日の1曲目はですね、先週もね、ゲスト来てくださいました、藤井隆さん来てくださったんですけれども、藤井隆さんがプロデュースしている、後藤さん、フットボールアワーの後藤さん、後藤輝元さんの、アルバムが新しく先週リリースされました。その、1曲目ですかね。はい。これ、後藤さんのお姉さんと一緒にデュエットされてる曲で、めちゃくちゃお姉さんいい声だし、めっちゃかっこいい。ハモるとことかもめっちゃいいです。皆さんもぜひ聴いていきましょう。後藤輝元で、自由になって、あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ、美月しなかねです。それではここで、アバンギャルディの、おかっぱと今日は、こちらの方々が来てくれました。まっちゃんアバンギャルディと、アイマーアバンギャルディと、はい、今日はね、3人で来てくれました。お願いします。はじめましての子がこのアバコちゃんなんですけど、はい、アバコちゃん。アバコちゃんっていうのはですね、この度、新メンバーに加わりました。
アバンギャルディの特大ぬいぐるみちゃんでございます。今横に座ってくれて。はい、そうなんです。いつもはね、だいたいメンバー2人と私、あかねが一緒にやってるんですけれども、今日はあばこも参戦ということで、やってきてくれました。はい、よろしくね、あばこちゃん。めっちゃ緊張してる。めっちゃ緊張してる。ママ時もできないぐらい緊張してる。ね、ガン決まってます。ガン決まってるわ。ガン決まってる、確かに。そう。してない。そうなんです。この度ですね。っていうか、今日までですね。今日までです。そうなんです。この度、アバンギャルディの特大ぬいぐるみというグッズができましてですね。もうほんまにアバンギャルディそっくりのね、見た目。で、このおかっぱちゃんでね、制服着て、アバンギャルディにポーズしてるんですけれども、この特大ぬいぐるみが本日まで予約受付中でございます。はい、そうなんです。もうこの触り心地とかいかがですか？撫でてあげるともう気持ちいい気持ちいい。もう日々の疲れが飛んでいきますわ、これ。わかる。わかるし、なんか、ちょっと、おかっぱもね、若干こう、ずれたり、リアリソそうがす。るところもたまにメンバーもね、ずれてる時あるんで、それも再現できちゃうし、で、なんかこの、スカートの中もほんまめくらんといてあげてほしいですけど、チラッとめくったらちゃんとスパッツも履いてるっていうね。どういう構造か分かっちゃう。わかっちゃうっていう感じです。リアルなね、感じの、かわいい、でもリアルけどかわいいぬいぐるみができました、この度。どうあばこちゃん。私ね、実は、ちょっと、お高いんです。そうなんですか？聞いてもいい？はい、私3万円。でも、それぐらいの価値があるよ。確かにちょっと3万高いって、思うかもしれないんだけど、結構、クオリティも高いし、それだけ、いいもうん。んだから、みんなゲットしてほしい。ゲットしてます。あなたのうちに早く行きたいよ。一家にアバコ一人ずつ。そう。だから、みんな、私を、引き取ってください。家ない子みたいになってるんですか？そうよ。だからちょっと頼むね、本当に。本当に可愛い。可愛いやろ、うん今日はちょっ限と。定ですし。そう、ほんまにこれの機会を逃さずって。こちらはですね、アバコちゃんは、アバンギャルディのオフィシャルグッズストアに、予約受付のフォームがございますので、ぜひ皆さんゲットしてください。ぜひゲットしてください。ね、でもめっちゃ可愛いよな、これ。激川ですわ。はい。アバンギャルディの新グッズでございました。さあ。それこそ今日が、東京公演のね、ライブ。まあ、たった今終わったぐらいじゃないですか。見ましたね、ちょうちょうど終わったぐらいの時間ちゃう。まあ、ちなみにまあ、この今収録してるのが、名古屋公演終わったところでございますけど。はい。どうだったまあ、セカンドワンマンライブ、ツアーが始まりましたけど、はい。どうです終わってみて。終わってみて。 1公演終わってみてどう1公演終わってみて、舞台に立ってみた感想としては、うん。来てくださったファンの方々のバイブスが、ファーストワンマンライブよりも明らかに熱量がうん。上がっていった。上がったなってうんめっちゃ感じました。そうですよね。はいなんか声なんかもさ、すっごい聞こえたし、だしなんか私結構なんか、突っ込みよろしくね、みたいなことを事前にはい言ったんですよ。突っ込んでほしいって。まあ、だから突っ込みどころがとにかく多いライブなので、それちょっとよろしくみたいな言ってたらほんまに、なんか言ってた。結構突っ込んでくれましたね。めっちゃ声出てるんですよね。出てたバディが。そう、MC 中とかも結構喋ってくれてたし、会話ができた、ほんまに。ダンス中もね、結構いろいろね、突っ込んでましたよ。すごいだ。からその一体感みたいなのが良かったし、まあ、なんかすごいこのメンバーも緊張してるところもあったけど、ファンの皆さんがね、すごい助けてくれてたなって。くれましたねめっ。ちゃホームみたいな。めっちゃ突っ込まれるみたいな感じで笑っちゃって。面白かった。うんうん。でもなんか、名古屋公演っていうのは、名古屋でライブするの自体も初めてでしたけど、どうなんか違いというか。
名古屋、そうですね。でも、大阪からも東京からも、こう、比較的来やすいところなのちょっとで、間やから。そうですね。みんなが集まってくれた感じがして、すごくやりやすかったし、なんか新しい場所で、なんか素敵な会場でできたのが、こんなにより良かった。いいスタートです。ですわ。で、まあ、福岡、広島とあって東京。それもね、どういうバイブスで、お客さんも楽しんでくれるかってところだし、あと本当公演内容も、本当その行く先々でね、少しずつ変わってくるのは本当にそうなので、はい、そうですね。一体何が見れるのか、名古屋見た人もぜひ楽しんでいただけると。思いますよね。はい。で、まあ残すところは、あと大阪と東京あともう一回。はい。じゃあね。で、大阪は7月なんでまだまだ先になっちゃうかな。だからまあ、それまでにね、我々も海外でのライブもあったりするんで、はいちょっと頑張っていかねばな、っていうことですね。パワーアップしていきたいと思います。そうしよう、頑張ろう。ということで、じゃあ先に、ここで一曲、いっちゃおうかな。メッセージをちょっと紹介する前に。はい。じゃあ、まっちゃんから。はい。曲紹介いい？私が紹介する曲は、ダイスさんの I Wonder という曲です。もしかして、勝ち音が止まったそう。てるよな、あれ。ドラマの主題歌にもなってますし、はいはいはい。私がこの曲を見つけたのが、うんリール探してる時に、インスタグラムで、カチッ音が止まったってなって、その入りがカチッっていうのが何と思って、そこでもう引きつけられて、確かに。その最初の2秒3秒大事って言うんで、そこから YouTube 飛んで、うん MV 見たら、うん。そのカチッってところが白黒になってて、はいはい。うん、これ好きかも、みたいな感じで、クリエイター目線めっちゃ。確かに。でもなんか、ダイスさんって結構、ほんま確かに最初、めっちゃなんか、キャッチーな感じよな。引き込まれるな。大好きで、一発じゃもうさ、大好きです。あの曲絶対カラオなんかほんまケで歌って。今、めっちゃなんか、リール TikTok とかで全部バズってるよな。ダイスさんの曲。そうですね。めっちゃ流れてきますし、私もその曲を使ってリール撮影しました。可愛かった。じゃあ、聞いていこダイスさんで、I Wonder です。どうぞ。う。なんでそんなぎこちないね。ぎこちなくなっちゃいます。I Wonder になった。アイムとか言われんかったけど。なんだ。音が止まった色が変わった FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。アバンギャルディのおかっぱトーク。今日は、まっちゃんとアイムが来てくれています。そして、そして、かなこも来てます。ありがとう。はい、タカポも来てるよ。なんやねん、これ。はい、じゃあ、ここでですね、ちょっとメッセージをご紹介したいと思います。じゃあ、まずは、福岡住まいのファットマンさん。バットマンさん。はい。質問です。各メンバーの名前は誰が名付けたのですかって言ってるよ。変わった名前の子とかいる。あだからそれこそまっちゃんはまっちゃんって名前でやってるんだけど、あ、そうか。誰が名付けたんですかって。私は、あかねさんに、まっちゃんと名付けていただきました。そうらしいですよ。本当にこの話何回何回ですか？あかねさん、毎回言った時、毎回、そうなんだけど、忘れるんですよ、この、命名エピソードを。命名エピソードを。多分このラジオでもしたことあるよな。ある気がする。うん、わからんけど、ありますなんか言った、確かに聞いた気はするんだけど、忘れられてる。なんでまっちゃんままあ、私、同じ名前の人が2人いた時に、うんなんか、名前がね。はいあだ名決めようってなって、あさんが好きなもんないんって聞いてくれて、抹茶が好きですって。じゃあ、抹茶んでって言って。早すぎて、この名前でやってるかって、その2、3秒で、私の確かに。名前が決まっ実はね、抹茶人そんな簡単に決めたんやな。びっくりしましたよ。それがあかねさんとの初めての会話だったんで。マジか、はいや、嘘や、もう、早く。でもそれを気に入って、気に、ずっと、気に入ってるからずっと続いてんじゃないまっちゃん。ステイシーの、めっちゃ、そうですね。気に、でもまっちゃんって、なんか良くないなんめっちゃか。いいですよ。なんかキャッチコピーみたいなのありますよね。おそうなの抹茶大好き、まっちゃんです。おめっちゃ良いですね。そんなにいいと思うけど。あれ、抹茶が知らんかった、ほんまに。ほんまですか抹茶が好きなことまで。もう大好き、大好き、大好きです。抹茶味がなんか出たら買うタイプ
なんですけど、うん一番はやっぱりほんまに粉の抹茶が一番大好きなんで、ペロペロ舐めてんだ。抹茶。好きありゃ好きありゃペロペロ。してないですよ。抹茶も、そのお茶自体も好きな抹茶。はい。私、中学生の時3ヶ月だけ茶道部に入ってました。本当に、こう、立ててとか、もう匂いも好きですし、おもろ。でも、アイムはまあ普通にね、変わはいった名前やけど本本名名です、一応。アイム。はい。覚えてもらいやすいフレーズがあるんです。あ、アイム何アイムアイム。アイム。まあ確かにね、言ってることはね。だから、マジで海外行った時に、はい。なんて、What's your name? とか聞かれたらハロー、アイムアイム。ほんでもう、はうんって言われるから、あだからもう恥ずかしいから、マイネームです、アイム。でも、もうなかったことにする。覚えやすいし、ほんまに。変わってるな、アイムってな。でも漢字もありますよ、ちゃんと。それはあるやろうけどさ、それアイムでアイに、なんかコマンド M やったらちょっとなんか、じゃないですか。っあてはよく言われる。なんかどういう由来とかあるのうん漢字、でも漢字通りっていう感じなんですか。愛があったらいいな、みたいな。言っちゃうんですけど、彩るに夢で、全然、それでアイムって読める。そうなんですよ。だから当て字でめっちゃキラキラネームなんですけど。確かに。今な。彩る夢な。アイム読めんな。はい。絶対、あやむとかアヤムですね、大あ体。やむさんとか。あ、私は、あかねですけど、はい。なんかよく、まあ、草冠に西であかねって思われる。草冠に西やな。あ、はいはい。あっちのあかねって思われるんですけど、私も、朱色の朱に音楽の音であかねなんですよ。まあ、いるんですけど、でもなんかちょっと読みにくい感じかもしれないです。 2文字でそう。あかね。あかね。かわいい。まあ音楽になんか携わればいいみたいな意味もうそういうことで音入れられて、でも、ままた。そうよね。まんまと音乗ってます。がっつり乗ってますねだったんやとか言って。まあでもだから、結構でもメンバーのね、なんか名前とか、ファニーとかもやし、そうですね。あと、チャチャはでも自分がちっちゃい時からつけてもらった名前らしいよ。そうなんだ。おい、聞いてないな、おかさトーク。おかしいな。言われたら思い出しますけど、そう。つい忘れちゃう。じゃあ次、いきますね。はい。ラジオネーム、大阪府堺市の八アバンディンママ。八アバディンママ。八アバディンママだ。アバディンママ。はい。いつも元気と笑いをたくさんありがとうございます。質問です。アバンギャルディ結成から今まで一番自分が変わったなって思うとか何ですかだって。変わった。うん。膝がめちゃくちゃ黒くなりました。アイムさんはい、もう、ひどいですよ。見して。いや、恥ずかしい。どんなほら黒。だからもう膝が、なんで膝から落ちて、あざ的な感じそうですよ。もう、あかねさんの振りが、うんこの立ってるところからジャンプして床っていう、うん。高低差がえぐいんで、もう衝撃がはい。すぎて、もう完全に膝を壊していますね、すでに。でもそれは多分、つき方が悪いです。いやいや、だって、すいません。はい。指とかすねから吸収できるんで、そのやり方。膝からいってんのは下手くそな証拠。はい。膝からいってるのは下手な証拠ですよ。ほんまは、その上から下にしゃがむときも、巻いたら、なんていうの、正座した状態で下がるときも、このすねから、つま先からすねからプンって落ちたら吸収されるんで、痛くないですよ、膝。そうなんですか、はい。うわそれやり方間違ってます。ありがとうございます。今知れて、まだ間に合うかもしれへん。でもそれ、みゆがうまいから、うまいです。めっちゃうまい。聞いた方がいいよ。それやり方。あの人バーンっていくから、怖いぐらいに。そうですよね。でもなんかあんま痛くなさそうそう、多分やり方うまい。学びます。でも、確かに膝ね、黒くなるから、メンバーみんなね、膝パッとして、ケアはしてるよ。ケアというか、ね、ならんように守ってる。膝を気にするようになりました。でも、まっちゃんは膝パッとしてるまあ、してないですね。ちょっと一回膝見して。綺麗ちゃうあ、でもこっちは、ちょっと、最近のゲネプロで行ったもいたんですけど。
思ってガンって力合わせでいったら、あざになっちゃった。一回打っただけででもちょっとまだ綺麗な方ちゃうまっちゃんは。綺麗。あなたが下手な証拠。ほんまや。けやん。でもなんかアイムはさ、プロレスの得意な技何やったっけ？ロメロスペシャルです。そう。それするからとかじゃなくて。ロメロスペシャル、よくメンバーにかけてるやんか。あれ、膝つかないです、一回も。あ、そうなんかけられてる人かけられてる人が膝を強化する。直すかなんでやねん。なんでなんでなんやろだから。やっぱちょっと下手ない。ですね。頑張って。はい、すいません。まっちゃんは何かあります一番なんか一年で変わったことことは、アバンギャルディ全員やと思いますけど、変顔ができるようになりました。あ本当に変顔なんて、あ。もともとできへんかったんできなかったです。今やってみて。できてるそれ。こういうのとか、ああ、教えていただいたどう、なんもう一回やって。他。コロッケさんに教えていただいたやつです。他。いつものやつはこんなん。ずっと同じことしかしてない。できてないやん。別に。しかもちょっと可愛いよな。うん、可愛いですね。ダメですよね。それは、褒め言葉ではないんですよね。可愛いは。いや、褒め言葉ではないよ。だってですよね変顔じゃないもん、全然。なんかまだ抑えてるってかなんか自分を抑制してんじゃない吹っ切れてないんじゃないまだ。吹っ切れてないですね。言ってんで、アバコが。アバコに言われた。アバコもう、ガン決まってるから。ほんまお手本みたいな表情。アイムは変顔できますかやってみて。うわーアイムこっちはちょっと見したって。おりゃ。ちょっとこれはね。えらいこっちゃで、鬼瓦みたいな顔してる。これは、あかねクラブの X、公式 X。はい。掲載しますので、皆さん、見てね。バッチリバッチリバッチリ。ほんまいや、でも確かに変顔や、それ。それ、あかんよな。ほんまですかもう一回やってみ。そう、同じこと顔やって。なんか、顎が前。全然やん。だって口の形がなんかひょうたんみたいになってたから、それはすごい。すごい。震えてきたな、とう思って。ん。あかねさんも変顔すごい。すごいですよね。レベチよ。ぶっ飛んでるよ。一番、よだれた。これも掲載お願いします。あ、も同じ。余裕マジ余裕変顔とか。一番すごい。ほんまに。難しい。でも変顔とかいろいろできる人の方が、なんかシワとかなりにくいんやって将来。そうらしいですね。もう、コロッケさんが、そう。ツルツル綺麗なの。言ったやろ。あれもだから、眼筋鍛えていろいろやってる人は、そアバンギャルディも、綺麗なおばあちゃんにみんなでなりましょう。う。うん。おばあまで行くのうん。いや、でもまあ変顔できるようになった。じゃあ次行くよ。はい。サコアバディさん。1ヶ月前に比べて元気そうな声が聞けて安心しております。まあこれは私のことですね。私がちょっと、病んでらっしゃった。はい、そうなんです。ちょっとやんじゃって。まあなんかやんというかまあ、なんですかね。やっぱりこう、忙しくなりすぎて、なんかダメだったのかな。キャパ超えました超えちゃった。 3月でしたよね。だったかな ?4 月か3月か。4でも月だよ、4月。春は結構ね。春はな、なりがちよ。あかねさんは今、アバンギャルディの5年後、10年後、15年後の未来をどう思い描いてますかだって。そんな難しい質問が来た。すごいですね。確かに。10年後になったら、ね、30代。 30歳だ。 30歳。 31。ほら、私と同い年になる。だから 10歳離れてんだよ。ぴったり10歳。逆になんかありますさ、自分が30歳とか、私の年齢になってどうなっていたいとかあったりするんですかまっちゃんは。でも考えても、これはマジ答えがいつも出なくて、ちょっと困ってるんですけど、どうなってたいとか、例えば。みんなでアバンギャルディやったらマジめっちゃおもろいなって思うんですけど、
もう、何でもおもろそう。そう、もうその域までいけたら結構強いんじゃないかって。だから、そうなれるように、今は、なるならない関係なくなれるように、10年続けるぞぐらいの気持ちで、そうやね。頑張っていますけれども。かっけえ。おもろいな。みんなでかっけえよ。アイムはねえ。 10年後。 10年後15年後まで言われてるよ。 ?15 年後35ですよね。35。どうするおかっぱいけるおかっぱは私も制服がちょっと、いやいやいや。なんかちょっとエプロンとかに変えてくれるなら、そんな続けますかね。はい。なんかありかも。割烹着とか。そう。あ、いいかもね。年に合わせてうまいこと制服を変えてくれるなら、確かに確かに。あ、いいかも。それまた面白いかもね。確かになんか、そっちの方が良くないなんかそう、老いをさ、肯定してる感じがして。なんかいいと思う。それはそれで。年そう。その、楽しみ。それやったら楽しみやなって思う。でございます。やったでもやっぱりね、おかっぱ業界では、まあ、おかっぱ業界とも言えるのかな。やっぱり大大大先輩で大尊敬する方がいるじゃないですか。おかっぱはい。私はやっぱりもう、草間彌生さん。あの方のように、やっぱ一生おかっぱでいてほしい。私ら。そう。かっこいいやん。マジかっこいいです。あと、越野純子さんね。おかっぱでしょ黒髪ね、おかっぱだから。あと継ぎたいですね。そうやねおかっぱといえばみたいなそう感じで。もうあの二人がやっぱ、今日、他にもおるかなあ、まる子ちゃんとか。こちゃん。まる子ちゃんとかもやっぱり強いんで、おかっぱといえば誰ですかでアバンギャルディって出れるように入り込んでいきたいですね。頑張りたいよね。はい。あかねさんもおかっぱにしてくれたらもう最高なんですけど。いやでも私もおかっぱみたいなもんちゃう甘いけど。前髪が短すぎるからおかっぱ。でもおかっぱや私は前髪もパッチンだし。眉毛上さん。もうおかっぱずれやん、これもずれすぎてる状態なんう。です。いやいや、これも一種のおかっぱやねん。ごめんなさい。いやでも私もおかっぱ好きやから、前髪がね、こうやってあって、このスタイル。一緒に10年後まで持っていきましょう。私もずっとこれでいくよ。このスタイルで。似合ってます。もうこの前髪パッツンだけはやめません。大好きです、あかねさん。10年後があれば、30年後であれ、私はおかっぱ。はい、そんな気持ちで生きてみた。ついていきましょう。でもほんまにね、いいじゃん、服をちょっとリニューアルする。楽しいかもしれない。楽しいね。こっちも。長く続けていけそう。いいやん。明暗ということで、それで決定します。わーい。ナイス。いつ変わるでしょう。ということで。はい。そんなことを言ってますけれどもね。はい。もう、今日、だから東京公演が終わりまして。はい。次が、6月にあるよね。はい。追加公演が。はい。いつ ?6 月20日。うん。中野ゼロで。はい。また来ました。はい。ファーストワンマンの時も中野ゼロでね。はい。やりました。やらせていただきました。今回6月20日にまた中野ゼロ帰ってくるということで。はい。嬉しいです。1ヶ月ぐらいや。そうや、1ヶ月空く。その間に海外の公演もあるもんね。ありますよそっちもそっちでね、楽しみだし。めっちゃ楽しみ。で、大阪は7月6日。土曜日、スカイシアター MBS。これがだから新しいホールなんですよ。そうです。梅田からすぐ行けるとこですね。そう、梅田から直行便みたいな感じ。すごい近いところが新しくできたんで、そこでね、もうできるっていうことで、昼公演、夜公演ございますので、まだまだ、はい、チケット買えますよ。チャンスです。もう早く買わないと、欲しいと思った時にないと、それは本当に不幸なことですよ。言うね。だけどちょっと今回ね、それもちょっと関わってくるから、はい。ちょっとあんまり最近ついてないなという方とかは、ぜひアバンギャルディのライブ見に来てほしいです。ですね。ちょっと魔法かけちゃうよ。絶対来た方がいいです。そう。で、なんかさ、最近っていうかまあ先週ちょい前か、アバンギャルディが LINE ニューストップ出たの知ってる？すごーい。知ってます ?LINE ニュース。乗るってすごくないあれ。数月もすごかった。取材してもらったやつが、ちょっとなんか、少しだけバズって LINE ニュースにトップに出たんよ。すごいよね。なんかそれで、なんかまた知ってくれた方がチケット買ってくれたりして。
そうなんです。すごい。だから何でもね、いろんなことチャレンジして知ってもらうのがいいですね。はいもらえるようにだ。から今、これを聞いてくださってるリスナーの方、うんちょっと、心に余裕がないなとか、今、なんか失恋したなとか、うん。会社でうまくいかんなとか、お母さんに怒られちゃったよっていう人とか、なんかみんな、来てください。ダンスのことをあんまり知らない人でも、うんもう笑える。うん。うん。そうそう感動して涙も出ちゃうかも。そうだね。やし、あとはまあほんまにいろんな年代の人に楽しめるライブになってますから、はいぜひ皆さん、まだ間に合います。間に合います。今です、もう今。今しかないんで皆さん、チャンス。ぜひチェックしてください。お願いします。そして、ぬいぐるみの受注販売で予約の方が、もう今日までです。今日はい、この24時、0時超えたら、もう私とは会えないと思ってください。最後のチャンスってことそうなんです。だからよろしく。なんか、あばこ声変わりしてきました。ガスガスなってきたんちゃいます。はい、ということでね、あっという間のお時間でしたけれども、また来週も頑張っていきましょう。はい、ということで、じゃあ最後には、アイムさんが、はい。はい、リクエストソングお願いします。はい。東京公演が今日終わって、はい次のアワンマンライブまで1ヶ月ぐらいあると思うんですけど、そうですそれまでみんなに元気にはい、過ごしてうん、会場に来てもらいたいので、はい、私の好きな元気になれる曲をお紹介します。はい、ウルフルズさんでお、それが答えだ。イエーイ。イェーイ。では、また来週も頑張っていこう。行こう以上、おかっぱトークでした。まっちゃんアバンゲルディと、アイマーバンギャルディと、なんていうのかな、この胸のモヤモヤは。甘いに。それでは次の曲に行きたいと思います。最近ですね、アバンギャルディがですね、なんと、スヌープドッグにバレました。すごいでしょ？スヌープドッグの、まあ、ドクター・ドレとスヌープドッグの曲でアバンギャルディが踊ってて、それをスヌープドッグがストーリーズでシェアしてくれました。インスタで。なんでなんやろ？どういうきっかけで見つけてくれたんやろ？びっくりなんだけど。すごくないですか？で、別になんかそれで、なんかアバンギャルディをタグ付けしたとかではないんですけど、私もたまたま知り合いが、なんかシェアされてんでっていうので知って、まさかと思って見たら、めちゃくちゃシェアされてました。すごい、だって、スヌープドッグのインスタグラムなんか8686万人おる。やばくない？すごいでしょ。それにシェアされました。はい。8600万人にシェアされました。フォロワーでしょ？フォロワー増えましたよ。なんか、めっちゃ公式マークみたいなのついた人たちからやたら、いいね来たりとか、フォロー来たりとかしました。ありがたいですね。何か、スヌープドッグとね、共演できたら夢叶えますね。じゃあ、スヌープドッグの曲を流そう。じゃあもうほんまにそのバズったあの曲にしようかな。ドクター・ドレ、スティル・ドレ、フィーチャリング、スヌープドッグです。どうぞ。FM 大阪あかねクラブ、振付師のあかねです。エンディングです。ということでですね、アーバンギャルディの、ライブが、東京公演が終わったところなんですけれどもね、我々明日からまた海外に行くんですよ。はい。どこに行くのかお楽しみに。久々の海外、2ヶ月ぶりぐらいの海外なのでね、また何か事件が起きるかもしれません。また来週話します。それでは、次回、金曜日夜8時まで元気にお過ごしください。振付師のあかねでした。おーきでした。